ございます。ございます。はい、今から初のシンガポールですね、旅行に。はい。はい。2泊3日で行ってきたいと思います。はい。まだね、お昼前なんで、結構時間、飛行機お昼前なんで時間あるんで、ちょっとね、空港でゆっくりしたいと思います。今回は KLIA2 ですね、第2ターミナルの方からの出発でした。こちらまではグラブで行ったんですけれども、グラブの運転手さんがですね、すごいいい人で、マレーシアのね、国内旅行の、おすすめとか、おすすめの美味しいお店とか、いろいろね、お話ししてくれて、あっという間に着いちゃいました。はい、ではね、まず朝ごはんに、お昼前にの飛行機なんですけど、ちょっとね余裕を持って早く来て結構時間あるので朝ごはんを食べたいと思います。もうねランチが向こうに着いてからで多分1時過ぎになっちゃうので、じゃーん、サブウェイです。なんと私ここに来て初めてサブウェイを食べます。サブウェイね、日本でもねどこでも食べたことないんですよ。でおかゆがいいかなと思ったら、なんとこのお店おかゆ売り切れって言われて、ちょっとサブウェイに来てみました。ブレックファーストのねチーズ&エッグとノーシュガーのコーヒーにしました。いただきます。なんだ全粒粉のパンにしました。ソースが偏ってるのか味がしない。もう日本とパン違うの？あ、そう。世界的に同じレシピじゃないのかしら。サブウェイのブラックコーヒーお願いしたら砂糖5個ぐらいくれなお断りしておきました。違うんだ。はい、飛行機に乗ってですね、約45分ぐらいですかね。結構ね、早くシンガポールが見えてきました。チャンギ空港にね着いて、向かいのジュエルですね、大型ショッピングモールジュエルを通って、これからねグラブに乗って、市街地に向かいたいと思います。はい、無事グラブが捕まりました。車窓からですね、空港からの道をこう映してるんですけれども、両側にですねこのブーゲンビリアが植わってるんですね。で鉢植えで置いてたりとか、ちゃんと植えてあったりとかしてね、すごい綺麗にしてるなというね印象ですね。はい、大きな観覧車が見えてきました。こちらシンガポールフライヤーといって世界一大きなね観覧車だそうです。ゴンドラがね全部こうガラス張りというか周りが見えるらしいですね。奥にマリーナベイサンドもちらっと見えました。そして、こちらねランチに来ました、インド料理屋さんでしたね。来ましたが、これがチーズナンとチキンカレー、あとはねこれミールセットしてて、ベジタブルのミールセット頼んだんですけど、定食みたいなねこんなにいっぱいついてきました。すごいですね。はい、いただきましょう。今ご飯もついてくれました。じゃあちょっとまずねカレーからいってみます。ちょっとねルールがわかんないですけど、バクッといこうと思ったから熱かった。おお、辛いね。ちょっとご飯もらっていいですか？おかわりくれそうだよね。やっぱりご飯に合いますね。これなんだろう、
これなんでしょう、チキンっぽいですけどね、ベジなんでランチセット。なんとカリフラワーに衣をつけて揚げてある。美味しい、サクサク。これはコーンとなんだろうね、コーンと唐辛子かな。大きめのねピーマンみたいな唐辛子があるんですけど、それかな。辛い？これいただきます。あ、これ辛くない、大丈夫。コーンじゃなくて豆ですね、お豆。美味しい美味しい。これ美味しいよ。でこれがなんかすっごいね、もみじおろしみたいですけど甘いらしいです。デザートなのかな。デザートってわけでもないのかな。なんかあれですね、もち米みたいなね感じもしてますけれども、なんかね、すごいクミンじゃないな、これはなんだこの香り。カルダモンがすごい効いてて、色は多分つけてるんですけど、No, thank you, thank you。デザートっぽいね、これね。これ食べた？これ美味しいよ。あとこういうカレーっぽいのが4種類ついてますね。すごいね。でこれね、すごいちっちゃく見えて結構カレー食べ応えあるんだよね。割と食べても減らない感じで。今ね、マレーシアじゃなくて、ごめんなさい、シンガポールに着いて、1食目ちょっとね午後遅くなっちゃって、これオクラでした。チャンギからね20分ぐらいかけて街中に来たんですけれども、すごい目当てのお店が閉店40分前だったんだけど、今日は閉めますっていうのでね、ちょっと入れなかったんですよ。美味しい。ちょっと酸っぱいカレーだ。でね、もうその並びでもうお腹空いちゃったんで、その並び歩いてたらこのねインド料理屋さんっぽいのがあって、すごい団体さん出てきて美味しそうだったんで入ったんですけど、とっても感じのいいお店で、そしてね、お店とか街をねちょっとグラブから見た感じの街中もすっごいね、やっぱりゴミが落ちてない、綺麗。それが第一印象です。あとビルも綺麗で、本当に東京みたいですね。大都会で、特に街中ね、それですごい整備されて綺麗だから、まさに東京にいるかと思いました。シンガポールにもいろんな面があるんでしょうけど、この辺りは本当中心地で、なのでなんかね、東京と変わらない感じがしちゃって、むしろ外国感がないかもね。まあ良くも悪くも外国感がないかなと。違和感もないけど。はい、こちらマレーシアが大都会といえども、やっぱね東京みたいって感じはしないんですよ。そういうね違いをまずは第一印象感じましたね。でももうインド料理は裏切らない。どこで食べても美味しいね。あと温かいうちにナンを食べようか。こちらのナンは日本でおなじみのこう細長くないんだね。これなんか北インド風とか南インド風とかあるんですかね。マレーシアで食べるのも丸いですね、ナンは。その形の違いご存知の方いたらぜひ教えてください。いただきます。こういうね生地物もね左手だけでちぎるというのを見て、私練習したんですけど結構ちぎれるようになりました。まだねご飯は手でなかなかいけてないんですけど、生地物はねちゃんと片手でちぎれるようになりました。右手で。
美味しい。本当ね、チーズがねこってりしてないの。結構日本でのチーズなんてチーズの油が溶け出てる感じしますけど、そんなにねドローンってこう油っぽくなるほど入ってないのね。それがねこの間もそうだったね。美味しい。ちょっと予定外れちゃいましたが、とっても美味しい、とても居心地のいいレストランで、お水も出していただき嬉しいですね。はい、ホテルに荷物を置いた後にラフルズホテルまで歩いてきました。結構ね、泊まったところがラフルズまですぐ近くだったので、とっても便利でしたね。はい、こちらがラフルズホテルの正面玄関になります。すごい素敵じゃないですか。白亜のね建物ですね。プルメリアのねお花も咲いていますけれども、正面から左に入ったところにも外から行けるねレストランがあります。何軒かねレストランとかバーとかお店も入っているねホテルの敷地内ですね。では正面から、ロングバーを目指します。ちょうどね映ってなくて残念なんですけれども、ドアマンがねインド人の格好をしたドアマンさんがここのね名物だそうです。はい、回廊がねありまして、そこをね歩いていきます。すごく気持ちのいい空間ですね。中庭もねあちこちにあるんですけれども、先ほどのねレストランに行くところ入り口ですね。右側もレストランになっております。そして中庭、噴水が見えますね。周りがね高層のホテルが多い中、ラフルズホテルは3階建てなので、とってもねこう落ち着いた雰囲気で贅沢な空間なね気がしますね。敷地内のねこの回廊を散歩するだけでもねとっても気持ちのいい空間です。本当にね綺麗でしたね。これ夕方なんですけどね、日が差し込んでおります。はい、1階のねこちらには、ブティックがね何軒か連なってます。ジュエリーショップとか時計屋さんとかね、カフェもありますね。こちらは内側の廊下からも行けますし、外のね道路に面した方からも入れるようになっています。ここね宿泊してない人でも自由に通り抜けできるような作りになっているので、私たちしょっちゅうここをね通って散歩してましたね。はい、ロングバーやってきました。このロングバーの入り口は外の道路に面してますので、外から直接入ることもできます。2階ですね、階段を上っていきます。なんとこんなに人が並んでます。びっくり。こちらに行ったのが5時半ぐらいだったんですけれども、やはりちょっとね人が並んでましたね。並んで待っている間にね中庭の方に行ってみました。こちらねロングバーというのはシンガポールスリングというカクテルですね、それの発祥の地と言われてます。100年以上前の話ですけれども、女性が人前でねお酒を飲むのがあまりね良くないとされてた時代に、女性がジュースを飲んでるように見えるカクテルを考案したというね
ものがシンガポールスリング、こちらですね。このロングバーはですね、もう本当に道路に面しておりますね。はい、こちらがバーテンさんのそのシンガポールスリングを考案したと言われているバーテンさんですね。結構ね、日本人でいっぱいだと言われていましたが、この時期なので日本人の方は見かけませんでしたね。西洋の方が多かったように思います。約ね15分ぐらいでしょうか。割とねすぐに中に入ることができました。結構ねベビーカーで来てる方なんかもねいて、誰でもね入れるみたいですね。はい、こんな雰囲気で天井にねこううちわみたいなのがねパタパタしててね、ちょっと素敵なクラシカルな感じでね素敵な空間でした。やっぱりねざわざわはしてますけど、それはそれでねちょっと雰囲気あってよかったですね。結構いい席に通していただきまして、グラスもね素敵ですね。もうねすぐねシンガポールスリングと、あとねノンアルコールのシンガポールスリングもあるんですね。そちらを注文してみました。でこちらが名物の落花生ピーナッツなんですけれども、なんか今多分コロナ対策かなんかでこういう器になってますが、本来ね麻袋に入って置いてあって、このように殻をですねこの床に投げ捨てるっていうのが名物になっているようです。面白いですね。はい、こちら来ました。シンガポールスリング、ジンとねチェリーブランデーなんかが入ってるそうです。色が濃い。1個と2個。ライド。すごい美味しかったです。で、雰囲気もね、なんかすごい良くて、一度は行った方がいいと思います。さすが。素敵でした。